こんばんは。今日は大変遅くなりました。1週間に1回信楽にお茶碗作り行ってるんです。そこはすっごい多分私の方が年下で、上の人っていうのはもう80に手が届く人とか80以上の人とかいらっしゃるんです。すっごい可愛いひろこさんっていう私より10歳ぐらいかな、10歳までいかないのかな、上の方がいらっしゃるんですけど、もうね、なんだろうな、あの人可愛いの。女学生みたい。やーんとかって言ってね、でなんかお菓子とかあると一番最初にね、何何っていう風に、すごいね、いくつになってもこう可愛い人は可愛いんだなって思っちゃいます。今日ね、信楽行って、選挙の話になったんです。昨日の選挙じゃないけどさ、選挙の話になって、で私がね思い出したんです。今から20年なのかな、20年まだなんないかもしれない。その頃私は滋賀県江南町というところで事務員やってました。でね、その年に多分県会議員だったんだと思います。選挙がありました。私選挙何にも興味なかったし、で選挙始まったんか終わったんかっていうのもピンときてなかったの。そしたらね、会う時ご夫婦の方が受付に来られました。で、いや、選挙でお世話になりましたのでご挨拶に参りましたって言われましたので、当選なさったんだと思って、ご当選おめでとうございますって言ったらね、いや落ちたんですよって言われたんですよ。って私思った瞬間に、何言ったかっていうと、どうして落ちたんですかってバカなこと聞いたのね。その方がね、票が入らなかったんです。もう私はもう真っ赤になるし、今でも付き合ってる本当に憎たれっ子の親友は他の子も一緒になって下を向いてククククって笑ってるし、私はどうしていいか分からないし、すいませんすぐ社長呼びますって言って、今でもなんて失敗したんだろうってすっごく思った。でそれを言ったらみんなが大笑いしてね、でそういうことでキャッ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 って話をするんです。行くと先生が80歳なんですけど、その先生がみんなにもう行った人に必ずお茶を入れてくださるんです。で30分とか長い時1時間とかこういろいろ話をして、それからお茶碗作り始めるんですけど、あそこの一番いいとこっていうのは、誰も悪口を言わないんです。本当に一人も。どうしてって思うぐらいに誰も言わないの。先生にこれどうしてですかって、私ね2月から言ったのかな。だからもうね8ヶ月ですよね。でどうして先生みんな言わないんですかねって聞いたら、僕が嫌なんですって、人の悪口言うの。だからみんなすっごい和やかなの、本当に。で中にはどうしてももう井戸端会議をしたいみたいな、人の悪口言いたいみたいな人もいるんですって。とそういう人の時は先生は、悪いけどうちに合わないからあなたは来ないでくださいってお断りなんだそうです。だからなんだろう、みんなね、例えば世間話好きな人もやっぱりいますよね。井戸端会議好きな人もいますよね。そういういらない洋服を全部みんな脱いでそこに来るんです。だからすっごい和やかであったかくって、先生がもし年取って、今でも80歳なんだけど、
何かあったらどうしようってみんな思うの。多分あの先生にもしもということがあったら、みんな次のところを探すことはないと思います。みんな行かないと思う。あの先生のとこだからみんな行くんだと思う。今日も行って11時ぐらいに行ったのかな。そしたらね、お昼じゃないもん、目の前が。でコンビニでお弁当とか買ってったんだけど、先生がさあご飯食べようって言って、自分で作ったカレーをね、食べようって言ってくださるので、食べたらめっちゃ美味しかったのでね、私ねカレー下手なんですよ、すっごい。だから先生これどうして作ったのって言ったら、いやちゃちゃっと作っただけよとかって言われて、いやちゃちゃじゃなくってとかっていう話して、でそこでこうみんなでキャッキャってして、今私は何を作ってるかっていうとね、お墓を作ってるんです。って思うでしょ。これぐらいのね、平らな30センチぐらいのもの、平たいものを作って、そこの上にね、ツツジみたいな木をこう植えて、もちろん粘土で作ってますよ。でそこにお墓をね作ろうって、どんなお墓がいいかなって言ったら、みんながね、どんなお墓にするの、鹿児島のお墓作ったらとかって言うの。私の田舎のお墓はこんな家を作ってね、その中にお墓がこう置いてあるんです。でもちょっとお墓っぽいよねって言ったら、先生がさ、ちょっと面白いもの作ればって言われて、面白いもんってどんなんですか先生、言ってみてくださいよとかって言ったら、ってみんなで笑って、で私ね、どうしようかなって考えてたんです。でね、ちょっと待ってね。でどうするかっていう風になった時に、このお墓作ろうと思ったんです。それが、ちょっと待ってくださいね。これ見えます？よく似てるでしょ、2人。これが私の母です。これが私の夫です。なんと13歳年下の夫です。この人が小学校1年入った時に、入学した時に、私は成人式を迎えてました。若い時に、今から11年前に亡くなりました。で私はこの2人の粘土を作りました。2人がさっきみたいにこう顔を寄せ合ってる、こういうふうに寄せ合ってる粘土を作りました。平たい丘の上に、この車椅子の代わりに岩をこう腰掛けて岩を作って、そこの上に母が座って、その横に夫がこうしてしゃがんでるみたいな、それが私と主人のお墓にしようと思います。なぜかというとね、私たち夫婦っていうのは、結婚してる時にどっちかが先に死んだら琵琶湖に流そうねって言ってたんです。主人が亡くなったって、亡くなったって他人行儀だから、死んだ時にずっと私はお骨を持ってました。お骨は家族4人で作った骨箱に入れました。そしてあまりに悲しくて私は主人のお骨も食べました。味も何にもなかったです。で1年かけて、1年8ヶ月経った時だったかな、もうどうしてもね
主人と会いたかったんです。どうしても会いたかったの。声を聞きたかったの。主人って面白い人でね、死んじゃったでしょ。お葬式終わったでしょ。火葬場に行きますよね。火葬場に行って、そして息子が長い間ありがとうございましたって頭を下げて、そしてボイラーのスイッチを入れました。待合室でもずっとみんな泣いてました。で、お骨が焼き上がったからって連絡があって、それでお骨拾いにね、みんなでしてる時に息子はケタ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 笑うんですよ。息子はすっごいね、真面目な子で冗談が通じなかったりするぐらい硬いんです。どうしたのって聞いたら、親父がいんねんって言うんですよ。どこにって言ったら、ここにって後ろを振り向いて指さしたんです。それこそちょっとした冗談でも大嫌いな息子がね、真面目な顔して言うんですよ。本当にって聞いたら、だから俺はもう寂しくないねんって息子が言いました。帰る時に私が息子の後ろの方の座席に座って、嫁が私の隣にいました。息子が運転していました。そしたらね、息子がね、あーんって言うんですよ。あーんって。どうしたんって聞いたら、おとんがさ、はしゃいちゃって前出てこようとするからかなんからさって運転できへんわっていうの。頭おかしくなったんかな。何があったんだろう。でもこいつ冷静だしなって思ったんです。でね、帰っても、今お父さんどこにいるのって、俺の隣で座ってるでとか、おかんがテレビ見てるからおとんが怒ってるやんかとか言うんですよ。お父さんどんな格好してんのって言ったら、普段着やで、だけど白黒やねん、色がついてないねんって言うんですよ。って、太郎さ、あんたって幽霊とか信じなかったよねって言ったら、今でも信じてへんで。じゃあなんでって聞いたら、いや、おとんは見えるからしょうがないもんって言うんです。見えるからって。で、2、3日後にね、おかんな、今日はな、本当な、ちょっとな、怖かったわっていうか、どうしてって言ったら、いや、インターネットのイオがあるやん。イオの書類が必要だったから探してたらな、ないねん。で、ないなと思ったら、おとんが生きてる時のまんまの声で、こっちって呼ぶねん。行ったらそこにあってん。主人は息子が大好きでした。太郎と年を取ったら一緒に暮らしたいっていうぐらいに大好きでした。息子は私に言いました。おかん、これからおとんはずっと一生俺のそばにいるから俺もう大丈夫やで。私は言いました。太郎ね、お父さん49日まではいるわ。49日過ぎたらあっち行っちゃうよ。息子はそんなことないって言い張りました。49日が近くなった頃、息子にどうなのって聞いたら、言っちゃった。この頃見えへんねんって言いました。息子は主人にいろんなことを託されたんだと思います。この主人にとってはいろんな信じられない話がいっぱいあります。重たい話ばっかりしてないで、こういう話、あなたのそばにも
すぐ会うと思いますよ。あれから私は思ってます。死んでも、この前も言ったかな、レールが2つあるみたいに、今の世の中とあっちの世の中と2つがつながってるんだって。だから向こうにも朝があって、お昼があって、夜があるんだって思ってます。さて、主人の不思議な話、もう一つあります。これは明日続きをしましょう。今日は皆さんのご先祖の方々ももしかしたらニコニコして聞いてるかもしれんよ。俺たちの世界のことこいつ喋ってるやんって。ゆっくり休んでください。きっとみんな、あっちの世界の人もこっちの世界の人もぐっすり眠って明日の朝を迎えてください。では、いつものように、あなたのこと大好きです。愛してます。また明日ね。おやすみなさい。